連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。これはですね、男性の知り合いの方からですね、自分はもう少しで定年退職を迎えるんですけども、定年退職した後、どのように暮らしたらいいか、仏教的にはどうですかというご質問をいただいたんです。これ非常に難しいですね。仏教的にと言われるとどう言えばいいのかなといろいろ考えたんですけれども、すぐに定年退職でもないので、自分が定年退職になるまでに考えておいてくださいねって言って宿題のようにある方からいただいたんですけれども、それからですね、私も定年退職した後どのふうにやったらいいのか、いろんなお経を紐解くんですけれども、なかなか答えが見つからなかったんですが、今回するお話はですね、定年間近の頃にある男性が体験されたお話です。これが何かヒントになるような気がするんですね。どういった話かって言いますと、このある男性がですね、定年退職あと2年ほどでするっていう方だったんです。京都にお住まいの方なんですけれども、いわゆる、コンピューターグラフィックの仕事をされてるんですね。で、コンピューター関係の仕事でずっとされてきたわけですから、今どんどんとこのコンピューターの世界っていうのはソフトが変わったり、プログラミングのやり方が変わったり、私も詳しくはわからないですけれども、どんどん進んでいくそうなんですね。昔は丸1日かかった作業が今も5分ほどでできるそうなんです。で、その間、いわゆるプログラム、今まで使ったプログラムが新しくこうなりましたっていうと、これなかなかついていけなくなってくるそうなんですね。で、定年間近になった後2年ほどなので、自分もどんどん新しいソフトを使うよりも、どうしても古いソフトで時間をかけてやってるので、会社にも迷惑がかかるし、うまい具合に定年の時期が来たなと、ご本人そんな風に思ってられたそうなんです。で、家でそんなことを考えながら、寝てますとね、夜中にどこかから、キー、キーっていう風な、音がするそうなんです。キーキー言うな。で、それからまたずっと耳を澄ましてると、キューン、キューン、なんかの動物が鳴いてるのか、何か物を引っかいてるような音なのか、ちょっとそんな音がするそうなんですね。で、聞いてるんですけれども、この音が出てる場所っていうのがよくわからない。で、マンションにお住まいなんですが、マンションに古いコンピューターがあったりして、もしかするとそれが誤作動を起こして音が出してるのかなと思って見に行かれるんですけれども、どうも違うんですね。で、何の音かなと思って、その日はそのまま寝られたそうなんです。そうするとまた数日後、また同じような音がするそうなんですね。で、よーく聞いているうちに、これもしかして動物ではないかな。もしかするとこのマンションの壁の間にですね、子猫か何かが引っかかって泣いてるんではないかな。で、心配になって管理会社の方に問い合わせされまして、そういう音というか鳴き声というか、一応壁の中を調べてほしい。お願いされたそうなんです。そうしますと、次の日に管理会社の方が来られて、いろいろ裏を、調査されたそうなんですけれども、この動物らしきものは一切ない。音が出るようなものも一切ない。だからもしかすると、どこかの音が反響してたまたまお部屋の中で聞こえたんじゃないですか。そんなあやふやな答えだったんですね。で、原因がわからないまま、過ごされてたんですけれども、ある時寝てますとね、またこのキュンキュン、キーキーという風な鳴き声のような何かが聞こえてくる。また聞こえてきてるなと思ったその瞬間ですね、下半身がガッと重くなったそうなんです。で、急に何か下半身に重さを感じるな。で、この重さっていうのが、どういったものかって詳しくお聞きすると、砂浜で下半身だけ砂に埋められたような状態なんですって。どんどん足が動かないんですね。でも足の感覚は残ってる。で、その土がどんどんと上の方に上がってくるそうなんです。うわ、怖い！もうあとちょっとで定年退職を迎えるこの年になって、体が不自由になってしまうのか。そう一瞬思ったそうなんです。そうしたその瞬間、ふっとその土が体から抜けたようになって、また体が元通り動くようになったそうなんですね。でもこれはもしかすると、脳の血管が何かなったとか、
あるいは体の血管が詰まったとか何かかな。一瞬で亡くなったのでよかったけれども、もう定年間近ですから、定年終わった後に体が不自由になると、またヘルパーさんとかお願いしたりして、人のお世話にもならなくちゃいけないし、困ったなぁと思ってられたそうなんですね。そしてあまりに心配になったので、ちょっと有給休暇を取って病院の方に行かれたそうなんです。そして病院の方でいろいろ検査をしてもらった結果、どこも悪くないですと言われたそうなんですね。でも、いやいや、そんなことないです。明らかに足が動かなくなったんですって病院で訴えられたそうなんですけれども、いや、でも検査の結果どこも悪いとこがないので、気のせいか何かじゃないですか。そんな風にして病院に言われたそうなんですね。で、次の日に会社に行って同僚の方にですね、いや、定年間近でやっぱり私たちは健康を気をつけないと、怖いね。実は、深夜に下半身がガッと動かなくなった経験があるんやけど、同僚の人にないかな聞いて歩かれたそうなんですけど、そんな経験ないよ。そうすると同僚のお一人の人がですね、病院行って検査したけども、どこも悪いところがなかったんであれば、もしかしてそれ、金縛りじゃない？なんか霊的な何かが作用してそうなったんじゃない？そんなこと言われたそうなんです。で、うわ、怖いこと言わない。そういう心霊系の話はもう大の苦手の男性ですので、もうそんなん怖いから言わんといてって言って家へ帰られた。で、そんな非科学的なことがあるわけがないと、半分思いながら、その日寝られるわけですけれども、一応ですね、この自分の枕の近くに携帯電話とか飲み物とか、少し軽食ですね、そういうものをちょっと置いてですね、何か体が動かなくなった時のために、いろんなものを枕辺に置いて寝られたそうなんです。それで寝てますと、またこのキュン、キュン、キー、キーという風な何か音がまた聞こえてくるんですね。あれ？またこの声が聞こえてきた。思った瞬間、また足先の方から重い砂をバーッとかけられるように太ももの方に上がってくる。で、これはこの間経験したやつだ。もしかすると足が動かなくなると思って上半身をバッとひねってベッドから転げ落ちたそうなんです。そうするとやっぱり体が動くようになったそうなんですね。その経験をして初めて、もしかするとこれ何か霊的な現象で、もしかすると自分に恨みがある何かたたりのようなものがあるのかな、少しそう思い始めたそうなんですね。それでもどうしていいか、自分でもよくわからないまま次の日になるんですけども、次の日また寝ようとしてお布団に入ると、まだ寝つく前、ムーン、ムーン、なんか音がする。あれ？寝る前にまだこの時間でこんななんか音の不思議な音が鳴ると思ったら、どうやら自分の携帯電話の音だったそうなんです。で、よかった。謎の音じゃなくて、これ携帯電話を出ますとですね、この男性、今京都でお仕事されてるんですけれども、故郷が岡山なんですね。この岡山の幼馴染からの電話だったそうなんです。で、もしもしって出ると、〇〇くん、頼まれてたことをちょっとやったよ。実はこの男性ですね、自分が定年退職したら故郷の岡山に帰られる予定されてたんです。で、この岡山の実家っていうのはもうご両親亡くなっておられないんですけれども、そこをきれいにもう一回建て直して自分がそこに住もう。そんな計画を立てられたので、今自分の家がどうなってるかを幼馴染の友人に頼んで見てきてもらったそうなんです。そうすると、どうもこの友人の報告によりますと、この方の実家っていうのは少し小高い丘の上にあるんですけども、その丘のところがもう雨で土砂崩れを一部起こしてて、家が半分傾いてるよ。もう大変なことになってるよって聞かされたそうなんです。で、もちろんこの男性はですね、もう何十年も帰ってられなかったので、そら傷んでるだろうな。もしかするともう家が潰れてるだろうなぐらいの想像はご自身でされてたので、そう、ありがとう。じゃあ、近くちょっと、休み取ったら見に行くよなんて話をして、じゃあ見に来てねって言って、電話切られたんですね。で、そうか、家がやっぱりだいぶ傷んでるんだなと、思いながら、そのまま寝られたそうなんです。そして朝になって、昨日は何もなかったな。
思って、しばらく数日間過ごされるわけですけれども、何事もなく、過ごされて。で、ちょうど連休になったので、この岡山の実家の方に行かれることになったそうなんです。で、昔はですね、京都岡山というと、この方がちょうどバブルの少し前ぐらいに京都に来られたそうなんですけども、その頃は遠かったんですよね。なんとなく新幹線も、時間がかかりましたし、でまた岡山の駅からですね、この方のご実家っていうのがバスでだいぶ乗り継いで行かなくちゃいけない山奥にあったので、遠いなあ帰るのはと思ってたんですけれども、最近は新幹線も早くなったし、駅を降りるとたくさんタクシーが止まってたりですね、随分昔の岡山とは変わったな、便利になったな、もう数時間後には実家の方に着かれたんですね。で着いて懐かしいな、あんだけ時間がかかって遠くに感じたこの岡山に帰ってくると、自分が幼少期育った街並みがまだずっと残ったそうなんです。田舎ですからね、あまり大きな発展がなかったのであまり変わらない。うわー懐かしいな、自分が生まれ育ったこの実家に帰ってきたっていう実感がもう近くから感じられたそうなんです。でずっと歩きながら自分の実家の方に向かいますと、周りの景色はあまり変わってないんですけれども、大きく変わってるのが自分の実家。やはり友人から連絡を受けたように坂道をずっと上がっていく実家なそうなんですけども、そこでだいぶ山崩れが激しく崩れててですね、家の入り口のところが歪むぐらい崩れてたそうなんです。でうわーそうか、実際報告受けたよりもやっぱり実際目の当たりにすると、こんなひどい状態で自分はほっといたんだなと思ったそうなんです。その崩れかけた玄関の前に立ってですね、この男性いろんなことを思い出したそうなんです。自分のご両親っていうのはその田舎でずっと農家をされたそうなんですけれども、なかなかお子さんに恵まれなかったんですね。ですから自分が生まれてきた時には実はもうご両親も高齢と言いますか、年いってからのお子さんだったので、非常に同級生と比べればお父さんお母さんが少し年が上だったそうなんですね。で故にですね、やっと授かった子供だけに自分は本当に大切にしてもらった。大切に過保護だって言われるぐらい大切に育ててもらったんですけれども、反抗期になってきたらですね、それがだんだん鬱陶しくも感じてきてですね、お父さんお母さんに暴言を吐くようになって、やがてはこんな田舎で過ごすのは嫌だって言って、都会に出てきて京都で就職されるわけですけれども、それ以来実はあまり実家に寄りつくことがなかったんですね。もちろん電話で連絡をしたり、ご両親がお体悪くなったら一応お見舞いに行ったりはされたそうなんですけれども、本当にご両親がその後亡くなられてからはもうピタッと行かなくなったそうなんです。ですから家がこれだけ傷んでるのも仕方がないな。でも今思うと両親にありがとうの一言も言ったらよかったなと思ってずっと見てると、ちょうど崩れた崖のところが昔よく遊んだ庭があるそうなんですね。この庭にいつも庭の神様っていうふうに両親から言われてた祠があった。そういえばこの崩れた部分に祠が立ってたな。そう思うとなんとなくその祠を見たくなってきた。これ崩れて下の方に祠が落ちていってるのかもしれないと思って、そのままずっと進んでいったら祠の屋根の部分が見えたそうなんです。慌ててその周りの土をのけると、その祠の中に入ってる妙法稲荷さんっていう石でできた妙法稲荷と掘った石があったそうなんですけれども、それが半分だけ埋まってたそうなんです。でなんとなくそれを見ると非常に懐かしくて、無性に亡くなった両親に会いたくなった。この子供の頃の懐かしい風景がうわーっと蘇ってきたそうなんです。そしてそれと同時になんとなくこの妙法稲荷さんがかわいそうになってきた。ごめんなさい。半分土に埋まってたんですね。今取り出しますねって言って掘ってる最中思い出した。もしかするとお稲荷さんといえば狐さんですね。お狐さんの鳴き声だったんじゃないかな。お狐さんが自分は半分今土に埋まってるから早く助けに来てって言って私にメッセージを送ったんではないかな、そう感じられたそうなんです。慌ててその妙法稲荷さんを出してですね、
で、これからはちゃんと私が面倒を見ますので安心してください。そんな風に手を合わされて、数年後ですね、定年退職をなさって、今現在は岡山のその実家の方をきれいに直されて、妙法稲荷さんと一緒にお暮らしなんです。で、この方が最後におっしゃったのがですね、実は会社を辞めるときに、この会社の若い社員さん、あるいは次の社長さんからこう言われたそうなんです。よかったら残ってもらえませんか。そう言われたそうなんですけれども、いやいやいや、私の技術なんてもう到底今、若い社員にも及ばないしっていう話をしたそうなんですけれども、いや違うんです。若い社員にこういうプログラムから今現在こうなったっていうその過程も含めて新しく入ってきた社員にいろいろと教えてほしい。そんな風に言っていただいたそうなんですけれども、いやいや、私みたいな老体が残るのもって言って、岡山の方に帰られたんですね。でも帰られた後、実はまたこの社長さんから何度もお願いされて、ズームでいいので、遠隔でいいので、社員の一人として何かあった時には相談に乗ってくださいって言われて、今現在もその会社と連絡を取り合いながらですね、一社員として仕事をされているそうなんです。このお話をお聞きしてですね、なんとなく私が思ったのは、定年退職をされた後もですね、やっぱり私たちっていうのは自分の趣味だけに生きるんではなくって、社会とのつながりっていうものも私は持ち続けるべきだなというふうに思いますね。この妙法稲荷さん、このちょっと聞き慣れないお稲荷さんですけれども、この妙法稲荷さんも誰にも見てもらえなくなって、土が崩れて半分埋まってしまった。で、最後にどうか自分を見てほしいともしかすると、この妙法稲荷さんが思ったように、私たち人間もですね、誰とも関係がなくなってしまうということは非常にやっぱり寂しいことですから、定年退職をされた後もですね、どうか社会とのつながりだけは持っていただきたいなというふうに思います。もしかするとこれが一番最初、定年退職した後どういう生活を営むべきかの、一つの答えになるんではないかなというふうに感じたお話でした。本日も怪談説法最後までお聞きいただきありがとうございました。失礼いたします。